チェンバーボーン。来るべき汚水期に備え着実に対策工事をしつつも地道に街を発展させてゆく我らがビーバー。ダイナマイトで掘削して灌漑工事で川も完成。さあ水は手に入れた。さらなる繁栄を手に入れるのだ。まずは蒸気エンジンの台頭で出番のなくなったこやつを撤去。さらば回し車、素材に戻って生まれ変われ。空いた隙間に工場追カット。前回の乾季では池の水が枯れて結構貯水を追い詰められたので、ここらで大きいポンプを導入したいね。だがそれ加工された板が必要。取りま立てる場所くらいは用意しましょ。こんな感じでオナシャース。せき止めることで水深を深くし長期の乾季に耐えれるように工事。ピンチの時用にここにもポンプを建設。ビーバーカッサカサはかわいそう。事前に対策しとかないとな。でポンプを建設指示しててふと気づく。ここの謎の穴水来てるじゃんと。この穴地下で通じてたのな。ここの方が低い位置にあるから、大きなポンプ使うのにちょうど良さそう。家からも近いから便利そうだ。さて大きなポンプ建設のためにも加工した板の製造を始めますか。歯車製造場どけて木材加工所に建て替え。板と松ヤニを使うからここが効率良さそう。松ヤニは天文台作った時の在庫がすでにあるぜ。ワンダー建設には加工した板が大量に必要。地下貯蔵庫もアンロックしてたくさん保管するのだ。平置きの貯蔵庫の5倍の収納力。でもその分建材がたくさん必要で序盤は建てるか迷うやつ。フォークテール固有の強い施設。こら前回指示した汚水ドレーン封印工事、全然進んでないじゃないか。いやそれ道途中で途切れてんじゃねえか。失敬。ほんとこのビーバー脳は。おっとパラボラアンテナあった場所のコア、もうすぐ爆発するみたいだね。残地物は回収済みで問題なし。さあビーバーよ、キリキリ働けー。川にダムを作る、やっとビーバーらしい仕事ができたな。定時後に建設現場に向かうものありけり。サービス残業で汚水ドレーン封印完了。ここは封印しなくても街に影響はないけど、これで綺麗な湧き水を維持できるね。あとは実際に汚水器を体験して、どうなるかを試すだけだぜ。念のために未封印のドレーンの場所を確認中。ここまでは汚水の水位が上がる可能性があるが、この渓谷に流れる感じになりそうだ。てかここにあるコアもいずれ爆発して、汚水の湧き水で汚水の川になるのが確定っぽいね。川がなくて使えなかった水車も、これ使えば動かせそう。地熱の方が楽。まあそりゃそうだな。ここのドレーンは上から溢れるのかと一瞬焦ったんだけど、下にトンネルがあったよ。このトンネルの先は汚水川で何もしなくても大丈夫だった。ははは汚水器よ、いつでもかかってこい。調子こいております。汚水の対策は OK。高い位置の湧き水を流れるように灌漑するだけで、もう緑地化も簡単にできそう。でもちと遠いな。ワンダー完成してからやりましょ。だな。そしてビーバー待望のダムが完成。もう水に困ることもあるまい。所詮はノーマル難易度、幾度となくハードで戦ってきた私には楽勝でございますわ。気分は有頂天。さて南側への移動が遠回りなので、掘削して行き来をしやすく整備しましょ。しれっと爆薬も63個ある、それなりの範囲が工事できそうだ。ワンダーこと地球再生機開放まであと化学ポイント4000程度。まあアンロックしたとて建材がエグいぞ。歯車2000、加工板2000、金属ブロック1500。これトントン作業も時間かかるんだよね。てなわけで地道に工場を改修して、少しずつでも建材を作っていきましょ。かなり発達した町で建造した時は10日ぐらいだったけど、序盤の町の製造力じゃ何サイクルかかることやら。歯車工場増地行く。今回はシャフト埋没工事とかせんのな。そんな余裕あるわけないよ。だよな。でも家関連は開放研究ポイントも少ないし、アンロックしよっと。余裕がないと言いつつ無駄なこともしちゃうのがうちのレイムさんだ。屋根もついてちょびっとおしゃれ。汚水を封印しワンダー開放も目処が立って、心にゆとりができたな。パラボラアンテナ跡地のコアが爆発するぞー。全員退避用し。綺麗な花火。製品版は普通に花火あるぞ。そりゃいつか打ち上げてみたいね。そしてついに来た、汚水地渓谷だー。さあ今までやった対策が正解だったか、答え合わせをする時が来たぜ。まあまだ時間あるし、前にコア爆破で漏れ出したここの汚水の封鎖でもやって待ちましょ。それ影響はないが下に川流れてるから気持ち悪いんだよな。地下引き工事ハッパー。一撃では足りない、はよダブルダイナマイトが欲しいぜ。今はワンダーが優先、大爆破は当分我慢。ちまちま爆破で丘を削る。加工した板大量生産に移行した際に、原料の松ヤニが不足すると嫌なので大きな倉庫建設。最低でも松ヤニも2000必要。汚水機が来たぞー。
おお予想通りドレーンから大量の汚水が流れ込んで、汚水の川ができたぜ。さあ対策した部分はどうなった？よっしゃー、堤防タイプも足場タイプも、しっかりドレーン封印できてる。これは圧倒的勝利、やっべえ、普通の湧き水も汚水出てきとるやないかーい。おいおいおいどうすんだよこれ、完全に想定外だぞ。もう、汚水出るならちゃんと汚水出るって書いといてよ。完全にやらかしちまったがまだ救いはあるぞ。今回の汚水期はたった1日だけだ。ノーマル難易度で助かった。いつもみたいにハードでやってたら第一部間だったな。てかこのマップハードだと最短で3サイクル以内にドレーン封印と湧き水の対策って、緻密な計画立てていてもきつそう。鳥まこの汚水は下に流せば明日には回復できるかな？逃げてー、水星農家さん。汚水を浴びたら病気になる。当分この池は使用禁止だ。こっちの非常時用ポンプの担当も逃げてー。今が非常時だ。ポンプのテスト稼働なんてしてる場合じゃねえ。汚水を排水するのにこの天然のダムが邪魔だ。もう汚水が迫ってきてるぞ。未来のためにここだけはなんとか処理を。最後にドレーン封印した湧き水、ここだけ汚染されてない？もともと水でいっぱいだったから水圧で汚水が出てこないのか。なるほど。ということはここのポンプを止めておけば、汚水で水位が上がればそれ以上汚染濃度は上がらないね。でもここは排水先がねえから、汚染濃度を下げるのに難儀しそうだ。換気には乾くかな？念のため水不足に備えて遠く離れた、被害の少ないこの池にポンプを建設。遠い。背後まで汚水が来てるぞー。大喜利セーフで天然ダムの解体成功。危ないから一旦ここの階段は崩しとくよ。完成したばかりだけどやむなし。堤防を崩して汚水を排水だ。湧き水の汚水対策が完成したらまた作り直しましょ。すまんなビーバー、またやり直しだ。綺麗な川を作ったつもりが、まさか汚水の排水に使うことになろうとは。完全に湧き水が汚水になるの抜け落ちてたぜ。病気のビーバーこそ出なかったものの、今後やらかす可能性もあるので治療用に薬工房をアンロック。濃度 5% の汚水を浴びると病気になる。いのー、ちの水。少しやられちまったが緑が復活。我々は汚水期を生き残ったぞー。病気のビーバーも出さず生存したことを爆破でお祝い。よし汚水が流れ切ったところで湧き水の汚水期対策を施すぞ。怪我覚悟の上、トゲの除去を行うのだー。そして湧き水周りに水門を建設し、汚水期はせき止め水圧で汚水をとどめるぞ。通常時は水門を開けておいて、汚水期は水門を閉める作戦。非常に危険な作業だから怪我に注意だよ。めっちゃトゲトゲしてるこの物体の除去で、最終的に4匹のビーバーが怪我を負うことになった。最後のコアが動き出したよ。爆破範囲最大のやつだ。これで永続的に汚水側に汚水が流れることになるね。汚水期の水門の開け閉めの自動化の第一歩としてレバーをアンロックして設置。自動化なのに手動スイッチを選んじゃうアナログ思考。いや資材これ板と歯車だけだったんで、ただのドケチであった。トゲの除去作業、大義であったぞ。怪我したビーバーを慰問する、心根は優しいレイムさん。こっちの子は足の裏やっちゃったか。トゲ踏んじゃったか、これはかわいそうだな。お大事に。そんなビーバーたちの頑張りで、湧き水の汚水期対策第1号が完成。でも汚水期が伸びたら蒸発した分は汚水になるので、完璧な対策とは言えない。レバーの名称が変えれたので、汚水パイセンシャットダウンと命名。普通に汚水期レバーでいいだろ。なんかやだ。信号接続確認用を押し、テスト開始。水門の一元化、これ地味に使い勝手良さそうだ。水位上昇を確認、これで汚水期が乗り切れる。他の自動化も余裕ができたら試してみようぜ。あいよ。さて排水のために壊しちゃった堤防を作り直さなきゃ、三重水門にして今度は排水もできるようにしましょ。しかしここをせき止めたとて別の場所が漏れているが、そんなことには気づいていないレイムであった。そうなの？もうお気づきの方もいらっしゃることでしょう。ワンダー解放の研究ポイントが溜まったぞー。4連天文台の担当者さん、研究ご苦労様でした。あとは建材作って建てるだけ。今更ながら南への近道完成。湧き水工事前に先にこっちやっとけよ。忘れてた。ほんとこのビーバー脳は。でこちらもサクッと一箇所爆破。ここで何をするんだ？前に植えた松を松屋に採取に再利用します。なーる。ワンダー解放でも気兼ねなく研究ポイントが使える、大きなタンクをアンロックだー。中型飛び越して一気に大型とは贅沢だな。これ一つで1週間くらい耐えれるね。大きなポンプも隣に建設予定。これが完成すれば100匹超えても楽勝だぜ。
ビーバー増えてきたので運搬方法もちょびっと改善。原料採取担当が近くの倉庫へ納品し、運搬員が実際に使う工場近くまで運ぶ。大量生産には大量の丸太も必要。天然林を刈り尽くせー。効率悪くてもビーバーの数でゴリ押し遠くまで伐採しに行くスタイル。コア爆破3日前のカウントダウンが開始したところでここの階段沈むのもったいないと気づくの巻。おい。急いで瓦礫を回収せよ。板31枚は地味にもったいない。距離こそ遠かったけど翌日片付きました。これで下に降りられないから、事故でビーバーが通って病気になる心配も減るぜ。ワンダー建設予定地が準備できたので建設を始めるぞー。サイクル7でワンダー建設開始、初の試みだからうまくいくか楽しみだぜ。いかんせん必要資材が多いから、この序盤でどこまでやれるかが勝負だね。汚水機の対策ミスあったし意外と際どいかもしれん。地下貯蔵庫に加工された板大量保管を考えてたけど、そもそも現場に運ぶから倉庫いらんじゃんと気づいたのず。おバカ。ほぼ意味ないけど少し底下げ工事。爆薬は丸太を使わないワンダーに影響しない気軽に使える資材であった。最後のコアの爆破が来るぞー。便利に使ってた警告も、これで完全に汚水側になっちまったぜ。ワンダー建設関連が落ち着いたらここの汚水の湧き水も封印しましょ。まあ影響はないから基本放置だな。工場マシマシじゃー。なお動力の需要と供給を見間違え、動力が足りてないのはここだけの話。ビーバーたちの幸福度を上げて作業効率をアップするため、記念碑関連をアンローク。でも喜びの泉だけポイントが12000とやばいので諦め。てか絆の火鉢の建材の板400すらきついよ。結果のオフの像だけ建設して、絆の火鉢の建設は保留となった。てか資材が用意できるなら移動が楽になるジップラインの導入が先だよ。ここは駅を建設するから作物の撤去をお願い。だがこの後撤去依頼したことすら忘れちゃうのがうちのビーバー脳だ。夜中に連打すんな、ご近所迷惑だろ。農夫の像、即日完成でありまーす。細かい上昇値は忘れちゃったけど、ある程度まで上がれば移動や作業が早くなって寿命も伸びるよ。寿命が伸びれば大人が多くなり、働ける期間が伸びて効率が上がるぜ。てなわけでかかしや後方の柱なんかの細かい装飾をアンロックしました。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。そして順調に立て直してきたと思ったら、連続の汚水機警告。マジかよ。あ、水たまらないと思ったらここから漏れてたわ。気づくの、おっせー。うるさいよ。まあこの程度の水門なら汚水機前に完成するかな。まあ飲み水で困ることはないだろ。汚水機1日半前に余裕の満水。湧き水の汚水対策も完了してるし今度は安心だぜ。てなわけでビーバーマシマシ。ワンダー建設要員を増員だぜ。夜中にこっそり装飾追加。ビーバーの像だけで丸太50本、地味にコストが高い。さあ汚水機が来るぞ。汚水パイセンシャットダウンオーン。名前が出せー。さあパイセン、地元最強の実力を見せつけろー。最大まで上がった水位で、見事汚水をシャットダウン。そしてまた干上がる池。てか大きいポンプあるからここのポンプはもういらん。運ぶの面倒なだけ。植林地が乾いて成長が止まるのがもったいないからここにも水門作りましょ。これも自動化できそうだ。存在忘れてたけどここの堤防も完成してたね。汚水川に合流して見た目いい感じになったな。こっちの川の安全が確保できて、下流をせき止めれば緑地も維持できそうだね。農地や植林ができそうだ。そして見て見ぬふりしてる。これ前回の汚水機に汚染され作業したくても入れない金属の池。水門立てるにも鋼骨引っこ抜く作業もあるし、ほんとどうしよ。せめて鋼骨がなければ、空中からぶん投げ工法で工事できたんだけどな。換気で乾くのを待つのも手だけど待ってらんねえ。汚水ポンプを設置して組み出して汚染濃度を下げるぞ。座して待つより動いて対処。これが吉と出るか京と出るか。いのー、ちの水。少々汚水混じりだが希釈され、直ちに影響のない安全な水が返ってきた。では近所の池自動水汲みポンプで強引に汚水だけ排水できないかと悩みつつ、やっぱ鋼骨が邪魔でどうにもならねえ、とさじを投げたところで今回はここまで。おい。面白かった。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。がっつり湧き水の使用を見誤り大惨事となったが問題を残しつつも絶滅の危機は脱することに成功したレイム。ワンダー建設は開始されたが膨大な建材が必要。果たして目標の実績15サイクルで完成できるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。
ではまたお会いできることを願って。またねー。